どうも、モブです。今回は、祝福の石、超越ランキングについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、ランキングについてだよ。今回の動画では、主に使う祝福の石を、S から C ランクまでに分けて、一番下には、生存系の祝福の石で、優先するものを並べた感じになるよ。また、この動画では、主に B ランク以上の祝福の石を中心に解説していくよ。まずは超加速についてだよ。超加速は水しの旬のステータス振り分けで速度に1振るごとに通常攻撃力が増加するよ。また通常攻撃力とは攻撃力の計算のもとになるものであり、非常に大きな要因にはなるけど、クリティカル率、クリティカルダメージを上げる理由が薄く、現在ではあまり使われていないかな。しかし土器の戦場ではデメリットなく使用できるため、洞察と併用して使用することがあるよ。次はモロワの剣についてだよ。モロワの剣は攻撃が命中すると自身の攻撃力が増加する代わりに敵の攻撃力まで増加させる効果があるよ。また評価がそこまで高くない理由としては、攻撃力増加の倍率がマナ暴走を下回り、敵の攻撃力が増加することにより火ダメも増えてしまうからだね。次は狼虐殺者についてだよ。狼虐殺者は特定の武器と組み合わせることでシナジーが生まれるように設計されているため、祝福の石の性能以上に評価されているよ。しかし優先して超越するレベルではないのが現状ではあるが、新武器のアロンの砲玉の性能次第ではさらに評価が高くなる可能性があるよ。次は致命の一撃についてだよ。致命の一撃はクリティカルが命中すると敵のブレイクゲージをある程度削る効果があるよ。またこの祝福の石は推奨戦闘力が極めて高く設定されている。設計者の試練や光の攻防などでブレイク量が減少した時に進化を発揮するよ。しかし使用率はとても低いため優先するほどではないかな。次は洞察についてだよ。洞察は超加速と同じで水しの旬の通常攻撃力を上げる効果があるよ。しかし超加速と違い知能を上げることが条件であるため、土器の戦場だけではなくチームファイトモードでも使われることがあるよ。また最近では水しの旬がサポートに回ることが増えてきたため、使用率は少し低くなってきているかな。次は私たちは一つだよ。私たちは一つはパーティー内の同じ属性の人数によってそのパーティーにバフ効果がかかるよ。また最近ではハンターの火力が高いため水しの旬がサポートに回ることが多く、祝福の石としても私たちが一つを使用することが多いかな。しかし超加速と同じように特定のコンテンツでしか使用しないため、超越にする順番は個人の判断になるよ。次は弱点カンパだよ。弱点カンパは弱点属性ダメージを大きく増加する効果があるよ。また隠された効果としてブレイク量増加の効果もあるけど、基本的にはステージの特性や武器の2突効果により多くの弱点属性ダメージが適用されているため、使用率はそこまで高くないことが現状だよ。次はボス狩猟者だよ。ボス狩猟者はボスに与えるダメージが大きく増加する代わりにダッシュのクールタイムが延長するよ。またこの祝福の石の効果はスキルダメージ増加の効果と同じ枠で計算されるため、バイルスラッシュや天魔コンなどのスキルと相性が良くないよ。そのためこのような時は弱点カンパを使用する必要があり、ボス狩猟者と弱点カンパは常に使い分ける必要があるよ。次は粉砕になるよ。粉砕はブレイク量増加とブレイク状態の敵に対して与えるダメージが増加する効果を持つよ。基本的にはブレイク量増加の効果がメインであり、ブレイクゲージを取り除くことで最低でもダメージが約 1.67 倍増加するよ。また通常コンテンツや時の戦場、破滅の力など様々なところで多く使われているためおすすめの祝福の石になるよ。次はマナ暴走についてだよ。
マナ暴走は攻撃力を大きく増加する代わりにスキルの魔力消費量が増加するよ。しかし水篠旬は魔力を回復する手段が多く、最近では魔力消費量減少を宝石で大きく盛ることができるためほとんど気にならないかな。さらに土器の戦場だけでなく通常のコンテンツでも洞察より高い攻撃力を発揮できるため、ゲーム内のデータから見ても使用率は極めて高いよ。次はさっきについてだよ。さっきは攻撃力を受けると敵の攻撃力を減少させ、攻撃が命中すると敵の防御力を減少させる効果があるよ。また防御力減少の効果が影踏みの防御力 60% 減少と被らずに追加で増加するため、敵の防御力を大きく削ることができるよ。またダメージ減少率 75% の敵のデータを見てもグラフが低増傾向にあることが分かり、下の表を見ても同じ防御力の削り具合でもダメージへの貢献度が高くなっているよ。そのため敵の防御力を削ることは火力に大きく直結することになり、これが殺気が常に使われている理由になるよ。次は鋭い感覚になるよ。鋭い感覚は攻撃力が命中するとクリティカル率を大きく増加する効果があるよ。また俺だけレベルアップなケンアライズではクリティカルダメージを大きく盛ることができ、野獣アーティファクトの攻撃力増加の条件でもあるため高いクリティカル率を維持する必要があるよ。しかしクリティカル率は敵のレベルや推奨戦闘力より低い場合大幅に制限を受けてしまうため、鋭い感覚を利用し補強してあげる必要があるよ。次は再覚醒についてだよ。再覚醒はスキルのクールタイムを大きく短縮する効果があるよ。またこの祝福の石が詐欺級である理由は全てのスキルが対象になっているからだよ。そしてこの効果によりほぼ全てのコンテンツで使用されており、伝説等級から超越等級に上げた場合約200程度ステータス振り分けで攻撃力に振ることが可能になるため、圧倒的に優先してほしい祝福の石になるよ。最後に生存系の祝福の石についてだよ。基本的には攻撃的防御、名脈、カサカの鋼の鱗などのシールド関連、または一種の災害などのチームファイトモードで使用するものが優先度が高いかな。しかし生存系の祝福の石は攻撃系の祝福の石に比べるとダメージに直結しにくいため優先度は低くなるかな。できるだけ超越石の選択ボックスは攻撃系のものに使い、数がある程度揃ってきてから使うようにしよう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。